パイア2。難所のピレネー山脈も攻略しフランスの制覇に成功した我らの HK 鉄道。勢いそのままにオランダドイツへ進出、首都ベルリンは抑えた。このままドイツも制覇するぞー。まずは一気に拡張したビジネスが、ちゃんと黒字になってるかちまちま確認。赤字放置したら金減る一方だから定期的にチェックせんとな。赤字ってる企業は貨物列車を追加して経営改善。不要な駅に立ち寄らないように線路を T 字化。あ、それ T 字路じゃなくて T 字路が正しいってコメントで教えてくれてたぞ。そうなの？そんな感じで細かい修正してたら四半期終わってた。100万近く利益爆増。故障は増えたけど遅延は減少。ちまちま修正工事が功をなしたな。結構混んでるランスの路線を複々線化して渋滞緩和のため工事中。パリやオルレアンにも結構近いから乗客も多そうだぜ。車両を追跡して運行状況の確認。車両の数多すぎにも見えるけど、詰まってる感じではなさそうだ。混雑するオルレアンも定時路にして、運行状況を確認。複線の定時路工事もすっかり慣れたな。オルレアンは列車の整備もしてるから、どうしても混んじゃうけどそれでもまだ平気かな？立ち寄る列車が整備できるのは便利だけど、整備でホーム埋まると渋滞するのは悩みもんだぜ。ホームは限界まで拡張済みでもう拡張無理だけど、駅をもう一つ建てるとか効果ありそう。まあルート変更作業めんどいからやらないけど。おい。あ、なんかタスク終了したみたい。四半期で貨物から291万の収益を L が達成されたってよ。よーし、これで残すタスクはオセールの人口12万突破のみ。タスクコンプに大手だぜ。ふむ今期の貨物収益は320万ほどとな。赤字産業を救うために貨物列車追加した成果が出て一気に収益増加だぜ。今期も100万以上収益伸びたかな？故障は減って今度は遅延が増えてるぞ。列車増やしたから今後が怖い。この後どうなることやら。ジュネーブ方面をやっと複線化したので列車を追加、運行確認中。全体の改善作業を継続。そして確認中に途中で故障、列車が増えたのでこういう事故の被害が大きくなりがち。地獄。ポイント貯まったので、今更ながら結構大事な研究の倉庫をアンロック。これで駅に一時保管する倉庫が建てれるぜ。さらに冷蔵車両もアンロック。食品の輸送収益が 25% アップ。故障車両を眺めつつ、資金が貯まるのを待つ。おい。大したことしてないけど今期も黒字大幅アップ。よかったな。貯まった資金で消費量の多いミルクを生産してる、飼育場の買収だー。入札開始額374万と、かなり勇気いる買収。近くでチーズ作ってるからここのミルクは重要なのだよ。落札成功、これでここはうちらのもんだぜ。さっき解放された冷蔵車両を引っ提げて、周囲にミルクを配りまくれー。ミルクの需要はいくらでもある、どんどん出荷して荒稼ぎだー。出荷しやすいように専用線路も敷設してあげましょ。買収にめっちゃ費用かかったから、その分しっかり稼いでもらわないとな。さて運行状況も安定した、ドイツ制覇の再開だー。ドイツ東部のドレスデン、古典建築がやたらかっこいい都市。ワイマール憲法。ワイマールに接続したのが嬉しいのはわかるが、まだ帝政ドイツの時代だからワイマール憲法はまだだ。うっかり。未来のドイツに思いを馳せながら、ベルリンから環状線のルートを設定。まあ我らの経済活動によって、意外と平和な世界になるかもしれんしな。いざとなったら列車法運行で。怖えよ。お次はウルムとかのドイツの南に進出しようかな。東はもうチェコの首都のプラハが見えてるな。チェコは街並みやお城が素敵だからそのうち観光に行きたいけど、とりあえずドイツで。だな。あ、フランスのストラスブールまだ接続してなかった。前回フランス制覇と言ったが、あれは嘘だ。気づいた君は名探偵だ。てかドイツとの国境だから普通に見落としてたな。すみません。そしてライン川を渡ってウボルムスに接続を置く。フランスドイツの架け橋。でも繋いでみたら傾斜がきつすぎなので却下。小や他から迂回した方が良さそう。フランスドイツの壁は厚い。じゃあワイマールからの南下ルートを模索しましょ。山のふもとを縫うように延伸。これくらいなら気合でなんとかなるかな？試行錯誤の結果意外となんとかなった。そしてウルムとニュルンベルクを接続。ここまで来ちまえば後の工事は楽勝だぜ。後の第二次世界大戦のきっかけとされる、ミュンヘン会談で有名なミュンヘンに接続。ミュンヘンはビールでも有名な街だ。白ビールとかうまいらしいぞ。白と黒、飲み比べだー。白黒つけるぜ。ここは安定の T 字。定時路工事。T と T 似てるけど、そろそろ覚えような。
てかこれは維持ポイントのようにも見える。ようわからんし一度ネットで調べるなりして、リアル鉄道を勉強するのもいいかもな。まあこんな感じの素人工事は続き、さっき傾斜がきつく諦めたウボルムスの接続に成功。今回はちょっといじれば傾斜も大丈夫そうだな。ストラスブール経由だと最大 7% の傾斜だったから、こっちの方が断然運行が楽かな。フランクフルト、皆さんご存知フランクフルトの発祥の地。早速ビールと一緒に一本いただこう。それは私のフランクフルトだ。キャー、変態が混じってる公然わいせつで逮捕だそして地元の産業を接続してついでに買収。HK 鉄道の新たな鉄道駅の目覚ましい増加でニュースに取り上げられました。なお、変態仮面も世界終焉の陰謀と戦っているのが小さくニュースになってました。露出不足。動画がバンされるから出すな。交通渋滞の実績が解除されました。しまった変態に気を取られて渋滞に気がつかなかった。いやそれはお前の計画ミスだろ。さて気を取り直して建設した駅にルートを設定しますか。各駅停車の旅客列車が走る。ただの伏線に貨物と並列して走らせるから、台数増やしたらすぐ渋滞しそう。つかすでに渋滞の実績解除するくらい渋滞してるっぽいけどな。そうでした。こりゃいかんということで混み合うプールを複々線化してパワーアップ。今の収益なら複々線化する程度の工事、費用の捻出も難しくはないぜ。オルレアンをつなぐ定時路を破壊してからの複々線と複線の無理やり定時路工事。正しい接続方法がわからん。まあ進行方向あっとったら動く、多分。HK 鉄道は今日も適当経営。郵便車両の研究結果がオークションに出品されました。これは郵便収入が 25% 増える車両。導入したら一気に収益増えそうだぜ。早速新たに郵便専用ルートの列車を増便だこうしてただでさえ渋滞してるところに、新たに列車が走ることとなった。多少遅延しても構わん。収益が増えれば問題あるね収益のためなら客の不便を厭わぬけど。あ、これって荷物の優先度で郵便袋を優先にしたら、郵便と旅客両方で稼げるかも。専用車両ぎっしりが一番だけど、空きが出るなら人も運ぶスタイルか。まあ郵便と旅客分けた方がいいのかわからんけど。HK 車は思いつきで導入し、検証はしないストロングスタイル。結果、四半期報告や減少。なんてこった。郵便専用車は走り出して1ヶ月経ってないから、まだ結果出てないとしてその他がダメだった？渋滞緩和の線路の工事でいくらか走ってた列車消し飛んだから、その影響かもしれんぞ。遅延もかなり発生してるし、いよいよ渋滞が限界に来ちゃったかも。お前がやる言って大規模改修棚上げしてたツケがついに焦げついたか。巨大線路網の再構築はめんどくさすぎ。諦めろん。どこが混んでるのか把握するため、企業の経営改善しながら様子見ましょ。あくまで小規模の修繕で延命しようともがいている模様。あ、300万で買収した肥育場が今週赤字になっとる。これビジネス縮小した方がいいかも？レベル下げることもできるのな。ていうか需要はあるはずなのに。すぐ近くのパリのミルクの需要すら 90%、チーズ工場の原料のミルクに至っては届いてないぞ。ならばパリ直通の専用往復便ルートを用意だ。これならミルク余るくらい出荷できるはずだ。産地直送、列車にぎっちりミルクを積み込め手動設定でこれでバッチリ。そして引き起こされる大渋滞。おい。使用するレーンは選んでないんだから、せめて空いてるホームは使いなさいよ。怒るな早口になってんぞ。下せぬ。なお、いつまで経っても発車しないこの列車の原因は冷蔵車両繋がってるのに、車両が最小8両ないと発車しない設定になってたためっぽいです。特殊車両繋いでもミルク8両選択できたりすることもあるので、この辺なんか挙動が怪しいな。4番ホームが大人気。2番3番さんも使ってあげて、かわいそうです。線路変更機さん仕事してください。こうして投炭式ホームは動作が怪しいのではないかと疑うのであった。この世界わかりにくいだけで結構バグあるのかも？かもしれん。そんなわけでここは投炭式ホームやめて、線路式直しして様子見ましょ。300万の肥育場が赤字出すのは許さん。原因を徹底解明するぞ。反対側の路線変更機も4車線のものを設置し、好きなホームに入れるようにしっかり工事だ。肥育場にミルクの在庫がぎっしり詰まってるぞ。さっさと運び出せミルク以外も大渋滞が。HK 鉄道、このまま渋滞悪化して終了してしまうん？乗客は大満足。やかましい。お客さんがいいならこのままでいいかな？ダメに決まってんだろ。改修工事めんどい。四半期報告です。収益は郵便車両が大成功して大幅黒字に復活。しかし貨物と生産は微妙な感じ。
まあ線路は改修工事だけで新たに駅とか作ってないしね。だが遅延と故障が爆増。さすがにこれは大規模改修待ったなしだろ。こうなったら大規模改修だー。ついにやる気を出したか。まずはデータをセーブして、4月1日から翌年1月1日までほぼ何もせず観察。やる気を出したと見せかけてまさかの何もせず？違うよ、この後タイムリープして戻って改修工事でどれだけ改善されるか比較するんだよ。お前タイムリープとかできんのかよ。Google でタイムリープやり方で検索すると出てくるよ。マジで？そんなことより9ヶ月間の記録の分析。なんと HK 社ほぼ何もしなくても翌年には、収益が1000万目前にまで到達。整備施設建てるくらいで大丈夫っちゃ大丈夫だった。そうなのか。整備施設が適切に配置されて遅延と故障も落ち着いたよ。2期が遅延偉いことになってるがその後は減少。よって車両の整備が大事であると知らしめられたよ。整備大事。では一気に戻って今度はがっつり改修工事をするぞー。収益と遅延、どれだけ改善できるか楽しみだぜ。タイムリープ。こうして私は過去に戻り、4月1日から主要都市を直通8車線にし、産業の複々線化を実行した。ビジネスを主線から外し合流形式にし積み込み中のホームの占有の遅延の回避。その作業は苦難を強いられるものだった。リアルで3時間以上を費やした大規模工事。その結果がこれだー。おいバカ野郎、何もしなかった時より悪化してんじゃねえか。なんで？もう一回タイムリープ案件だな。意図かなし。改修工事を行った結果は、タイムリープ前が利益1000万目前だったのに900万に減少。2期に至っては工事で列車吹き飛ばした影響か、100万くらいマイナス成長。列車の遅延と故障は最終的には減ったよ。だが何もしなかった時と誤差レベルの違いだ。工事めっちゃ頑張ったのに。霊夢には無能な働き者の称号を与えよう。そんな不名誉な称号いらないよ。次はタイムリープ成功させておめえ返上だー。ガンガー。では色々検証して問題点を洗い出し再度タイムリープするところで今回はここまで。レールウィエンパイア2の沼にすっかりハマっておるなと思ったら、高評価お願いします。励みになります。次回霊夢がタイムリープで成果を上げ、HK 鉄道最高利益を叩き出す。気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。